どうも皆さん、のぞみです。今日はスターシップの新しい女子グループの IVE の新曲、デビュー曲ですね。11について暴露します。まずこのミュージックビデオがリリースされた日が2021年の11月29日ですね。ちゃんと数字のことも見る必要があると思います。いや、2021年は今年ですね。それは当たり前です。しかし、この11月の29日ですね。11月の11と29。この29は、2たす9をすると11じゃないですか。だから11、11になっていますよね。で、ですね、聖書では11番はどういう意味なのかと言いますと、不法の意味なんです。lawlessness。法律がないとか、とにかくカオスな状態を表す数字が11番ですね。聖書とかでも、どこかが、カオスの状態になっていると11っていう数字が多く使われてきます。だからこのミュージックビデオが11月29日に作られたのか、投稿は12月5日みたいなんです。5日じゃない、1日みたいなんですけど、ここの数字に意味があると私は思います。で、しかもこの曲のタイトルも11じゃないですか。これだって不法のす、あの、不法を表す数字ですよ。ね。で、この曲の歌詞も、なんだっけ、You make me feel like 11みたいな、あなたは私を11に感じさせない、よく意味がわからないような歌詞じゃないですか。でも、この11番がどういう意味なのか知っていますと、なんとなく意味が伝わってきますよ。はい、じゃあ今回の曲、IVE のデビュー曲が不法についての曲だというふうに頭の中に入れておきましょう。さて、見ていきましょう。これね、結構もう最初からシンボリズムやばいですよ。ごめん。音楽ありだった。消すね。はい。で、このなんかね、また紫を使ってるんですよ。この前のモネコの動画でも紫について話しました。他のところでも紫をすごく背景とかに使っていて、歌詞にも一度なんかパープルムードみたいなことを言って、ルシファーの色でもありますし、紫は超自然を表したり、霊的なことを表したりする色なんですよ。他にも意味としては。これ遅くしちゃったね。ごめんね。そう、さっきね、見てて遅くしてたんだ。で、なんかね、アラジンのマジックカーペットとこれランプなんかなって最初思ったけど、よくわかんないね。で、だけどこの、えー花瓶ですかね。なんて言うんですか、これ。このもののデザインに、ここに六芒星の星がついてますね。何回も言ってますが、六芒星は、えー呪いなどに、おまじないとかに使われているシンボルですね。で、ここでも六芒星の形が見られます。六角形とも言えるんですけどね。1、2、3、4、5、6。こうしてでも三角を2つ作ることもできて、よって六芒星としても見ることができます。偶然じゃないですよ。そう。で、ちょっと待って、ここは遅くしないと。結構早くやるんだよ、全部。まあ、
すごい早かったけど、今白い三角がピッて出て、今でもこの背景的にも三角がありますし、ダンスのフォーメーションとしても三角を作っています。三角もね、イルミナティのシンボルとしても使われています。ルシファーの大好きな三角。で、一目サインすごいやるんで、結構早いんですよね。もうびっくりするくらい一目サインやってるんですよ。ここじゃなくて、ここ。もう、こう当たり前のように当たり前のように目を隠して。で、ここでも666を皆さんやっています。この前やったモネクノと全く同じような感じで。ね、666。たまたまじゃないんですよ。本当に疲れるくらいこの人たちや一目やってて、もう笑っちゃうくらいやばかった。で、この人、個人的な意見なんですけど、万端のテヒョンの女バージョンみたいな。違うかね。同じようなメイクのスタイルなのかもしれないけど、なんとなく似てた。で、これがね、どういう意味なのか、本当にわかんないです。申し訳ない。なんか、こういう意味なんだって思いっきり言いたが、言いたいんですけど、何か正直わからないです。唇のアウトラインにも見えるし、まあ、これが目とも言えるし、正直わからないです。何か意見があったらコメントでお願いします。で、ここでももう普通に一目のサインやって、この、これこれもこう三角を表してるんでご注意ください。三角に一目がついてるのがすべて見る目、all seeing eye を表します。ほら、もう疲れるくらいやってる、本当に。本当のことを言っちゃうと、これ、もう言っていいのかな、なんか。この人たち、いつもこんな可愛くないから。このミュージックビデオに綺麗に見せるためにフィルターつけてるし、この人たちの見た目に騙されないでください。心を見てください。この人日本人だったよね、確か。ああ、でもさっきのさ、青っぽい紫っぽい色が出たじゃん。これも、このスピリチュアルな、世界を表すこともしています。で、よくこの Heaven とか天国とか言ってるけど、悪魔崇拝する人は天国行けません。で、ここでもさ、もう普通に、私これ言わないけど、やめて、本当に。これ、ブラスフィームって言うんですよ。日本語だと何かわかんないんだけど、本当にムカつくんだよ、この、私の神様をこういう風に、何でもない名前かのように使ってさ、イラつくんだよ。まあでもこの人たちの、私の神っていうのが、まあね、自分かもしんないし、サタンかもしんないし、まあ、自分が神の人はサタンが自分の神なんだけどさ、やめてほしい、本当に。
こでも、1、2、3、4、5、6、7やるときに7のところで、これやってるじゃないですか。これが7を表してるらしいんですよ。らしい。本人たち曰く。まあ別に、この1、2、3、4、5、6、7って言ってるからちょうど逆の7なんだけど、でもこれね、自分的には牙を生やしてるように見えるんですよ。この顔的にも、このちょっと悪っぽい顔をして、口のところでこれやって、このヴァンパイアかなんだかの牙が生えてるような化け物の真似してるように見えます。で、これもね、どういう意味なのか、本当にわかんないです。でもすごくちょっと嫌な気分になるんですよ。これがあるでしょう。この線。で、X の下に線はどういう意味なのかめちゃくちゃ調べたけど何も出てこなくて。で、まあ、強いて言うなら、もしかして X1 これを横に見ると、もしかして、Roman numerals の X1 は11だから11とつながるんかなとも思うけど、ちょっと正直、はっきり言えないです。ごめんなさい。これも何か意見があったらコメントしてください。で、ここでは、まあもしかして六芒星なんかなって思ったんですよ。1、2、3、4、5、6かなわかんないです。ごめんなさい。これもさ、鏡じゃん。で、なんか自分がすごい輝いてるように見えるじゃん。これが、あのナルキッソスの、ギリシャ神話のナルキッソスを思い出した。ナルキッソスはどういう話かというと、ここの最後の部分読むんだけど、あのナルキッソスが水を飲もうとすると水面に自分が映ってるんですけど、それが美少年だったんですよ。自分が美少年だから自分が水面に映ってたんですよ。で、ナルキッソスはその泉の中の人に一目惚れして、あの、私が聞いた話では、水面に映った自分に口づけをしようとして、そのまま水に落ちて死んだっていう説なんだけど、こう、これはね、実はルシファーの話をえっと、言ってるんですよ。ルシファーも自分が美しいっていう風に分かって、そこからプライドとかも高まっていったから、これも似てんなって思った。で、しかも、アイブのデビューのコンセプトフォトとかも見ると、みんな鏡の前で写真を撮ってるんですよ。デビューの、あれ、ウェブサイトなんだけど、英語でごめん。It was also revealed that the reason their concept photos featured the members surrounded by mirrors was to emphasize the diverse sides of themselves that they would show fans. だから自分たちが鏡の前で写真を撮ったのは、いろんな性格、いろんな自分をファンに見せるためであったっていう風に書いてあるんですけど、これがこの鏡の前で写真撮ることと鏡の前で写真を撮ることを以前にも言ったように MK ウルトラのことを表したり、自分の性格が何個にも割られていて、またはいろんな悪霊が自分の中に入っていて、その悪霊の性格が出てしまう
ことなんです。はい。ほら、ここも自分を、水門ほら、ぽいやん。ナルキッソスと。で、まあ、これに対してすごい心が嫌な気分になるんですけど、このすごいプラスティテューションみたいな学校とダンスとかもして、あなたクリスチャンはなんでこれが好きなのかわからないです。神様も多分そう思ってる。あと、このね、えー片手にしかついてない青いグローブの話も、テミンの動画とかでもしてるんですけど、ゼカリアの予言では、このことについて実は書いてあって、で、不思議となんと偶然に、ゼカリアの予言11章の17節に書いてあるんですよ。羊の群れを捨てる愚かな羊飼いは災いだ。どうか、その羊飼いの腕が折られ、目がつぶれて、その働きができなくなるように。万端の動画でも多分これについて話したんだけど、この愚かな羊飼いはサタンのことなんだけど、その羊飼いの腕が折られっていうところがあるんだけど、腕が怪我さす、腕に怪我ができるようにっていうことじゃないですか。で、それによって、この人たそれでこの人たちも片手、片腕だけ飾り付けることによって、その愚かな羊飼いを表しています。目がつぶれてっていうところは、みんなが人目を隠す理由と重なります。で本当にさっきも言ったけど、この人たちが可愛いから好きなのはおかしいです。心を見てください。ほら、同じようにね、右腕が怪我できてるでしょ。これ気持ち悪い。ごめん、悪いけど。そんな踊り方しないでまして。ほら、もう、全く何もないかのように、余裕で、666と、取れなかった。まあ、けど、これめっちゃやるんだよ、この人目。これも悪いけど、なんでこれつけようと思ったこの飾り。笑っちゃうやん。で、また紫と青でしょ。このスーパーナチュラルラム表してる。ディーモンとか悪霊とかの超自然。No blasphemer will enter the kingdom of God. ほら、その You make me feel like 11ってやつ。このね、また11の話なんだけど、その不法な意味じゃないですか。で、テサロニケの2章にも不法を働く者について書いてあるんですよ。2章の8節から読みます。その時になると恐るべき不法を働く者が現れるが、しかし、主は再臨の時、直ちに彼を滅ぼしてしまわれる。恐るべき不法を働く者が現れるのは悪魔の働きによるのであって、あらゆる偽りの力や印、見せかけの奇跡を伴い、また
よこしまなことを果てしない誘惑をする。こうして、真理である創造主を受け入れなかった人々は、不法を働く者にそそのかされて、滅びの道をまっしぐらに進んでいってしまう。そこで、創造主は、彼らが偽りを信じるままに放置され、ついに真理を信じないで、不正を喜んでいた人たちをすべて裁かれるのである。11は不法の意味じゃないですか。で、このテサロニケの言ってる不法の人はサタンのしもべみたいなサタン自体かもしれないんだけど、そういう不法を働く者についていくようなやつは、ずっと不正とか不法を喜んで生きていくわけで、もう創造主に放置されてしまっているんですよ。残念なことに。だから、この人たちも、そういう11、lawlessness とかについて歌って、不法なものであるサタンについて言ってることが間違ってる。この人たちがね、救われ、一人でも救われるといいなと思っています。また、ほら、この青っぽい紫色の背景、一目もね、この超自然、ルシファーとかも全部表してる。右腕だけ飾り付けて。で、これも、最後のこのポーズが何を表してるのかもコメントください。真面目にわかんないです。この人たちのロゴ調べたけど、関係ないみたいですね。似てないし。だからこれもしかして W なんかなって思って、W だと何の意味なんかなって。で、または V かなって。でもわかんない。これも強いて何か言うなら、W でも V でも、ヘブライ語では W も V も6番を表してるので、6かな？ 666？ わかんない。真面目にごめんなさいね。やけどそんなとこっすね。lawlessness についていかないでください。私たちはキリストの再臨を待ち遠しく思って神様の働きをしなければいけないです。不法な働きをする者についていくのではありません。だから、この11はアウトです。この人たちのために祈ってくださいね。私は一人は必ず救われると思っています。そう信じていきましょう。それではまた次の動画。